中野にある中野中華才のオーナー宮田俊介です。今日はご家庭で簡単に作れるチャーハンの作り方をご紹介したいと思います。今日は、鮭チャーハンを作っていきます。まず鮭ですね、市販の塩鮭でいいので、焼いたものを粗く手でほぐしてください。その時に骨とかが入ってたら、取り除いておいてください。次、冷やご飯ですね。冷やご飯、必ず冷やご飯を使っていただきたいんですけども、冷やご飯を一度使う前に電子レンジで温めてください。これがちょっと後で説明しますけどポイントになってきます。次、卵ですね。卵も、この量に対して卵を2個使います。卵も1個ずつ割りほぐすような形になりますので、これも後で説明いたします。あとは薬味類ですね。大葉は、大きめの色紙切りですね。生姜は細かいみじん切りで、青ネギは、小口切りになります。はい、ではチャーハン作っていきます。まず冷たいフライパンにサラダ油大さじ3杯入れます。そしたらここに生姜のみじん切り入れます。はい、でこの段階で初めて火をつけます。火は、中火から強火じゃなくて大丈夫です。強火よりそうです、中火ぐらいですね。でまず生姜を炒めます。で油の温度が上がってきて、生姜の周りがプツプツ泡立ってこう香りが立ってきたらどんどん音がしてきます。はい、こうなったら、卵まず1個目、さっき2個分けていただいたものの1個目をまず投入ですね。はい、入れます。入れたらすぐに混ぜます。はい、で1回ここで火を切ります。火を切ったら、冷やご飯、温めた冷やご飯ですねを卵の上に入れて、はい、ここで、さっき2個に分けてもらった残りの1個分をご飯の上にかけますね。卵でサンドイッチする感じです。でここで火をつけます。強火じゃなくて大丈夫です。中火ぐらいで。でご飯を軽く押しつぶすような感じで押しつぶす、軽く叩いてあげるイメージですね。で触れたらこう鍋振っていただいて構わないんですけど、別に振る必要もないです。優しく米を切る感じでで塊のところを軽くゴムベラで押さえてあげる。これだけでもうだいたいパラパラにはなってきます。もちろん振っていただいても構いません。で、生卵がある程度ご飯にコーティングされて卵に火が入ってきたら、ここで鮭、さっきほぐしてもらった塩鮭ですね、はい、入れます。次に青ネギ、入れます。で塩が 5g、 胡椒を少々、胡椒は白胡椒です。
でここで隠し味なんですけど、オイスターソースをほんの少し、これでコクが出ます。混ぜます。ご飯を鍋肌に広げて、お米がパチパチいってきたら、最後に香り付けのお醤油をほんのちょっと入れて、香り付けなんでもう本当に少しです。数滴入れるイメージで、香ばしい匂いがしてきたら、紹興酒、紹興酒がない場合は日本酒で大丈夫です。を少し、小さじ1杯ぐらいですかね。炒めて少し飛んだ水分をお酒で補ってあげる感じです。最後にお酒入れることによってお米がふっくらします。はい、で火を止めて、最後に、大葉とごまですね。大葉は香りが飛びやすいので、火を止めてから最後に和える程度で。これでご家庭で簡単にできる鮭チャーハンの完成です。鮭は、鮭じゃなくても塩鮭とか塩サバとか他のお魚でも代用可能です。試してみてください。